こんにちは、まいです。今回は実はなくても大丈夫なもの20選をお伝えします。ミニマリストは非常識だ。そんな風に捉えている方も多いと思います。しかし、物に対して非常識に向き合うことこそがミニマリズムなんじゃないかと考えています。多くの人が物を手放せない理由は、持っていて当たり前という思い込み、つまり常識というフィルターがかかっているからかもしれません。そこで今回は、当たり前のように持っているけれど本当に必要という視点で暮らしの見直しアイテムをご紹介します。大掃除が始まるこの時期、物が減るだけで掃除はぐっと楽になります。ぜひ年末の整理のヒントとしても活用してみてください。それでは行ってみましょう。一つ目は多すぎる収納ボックスと棚です。ボックスを買い足したり棚を追加したりすると一見片付いたように見えるのですが、実はその増やした収納こそが掃除や片付けを難しくしていることがあります。収納が多いとまだ入るから大丈夫と油断してしまい、本当は必要のないものまで迎え入れがちに。その結果、物はじわじわと増えていき、また新しい収納ボックスを買い足すというループに入ります。さらに収納ボックスが多すぎると、何をどこに入れたか把握しづらく、探し物に時間を取られてしまいます。私が思う掃除のしやすさを決めるポイントは、複雑さを減らすことです。本来部屋は壁と床だけのシンプルな空間で、クイックルワイパーがあれば数分で掃除できるような場所だったはずです。けれど棚やボックス、細かい収納グッズが増えれば増えるほど、部屋はどんどん複雑になり、掃除が大変になっていきます。だからこそ大切なのは、収納を増やすことよりまず物の見直しをすること。もし収納を増やそうと思った時は、本当に必要？その前に減らせるものはない？と一度立ち止まって自分に問いかけてみてください。2つ目は大量の洋服です。洋服はまだ着るかもと手放せずに、気づくとどんどん増えていきがちなもの。タンスの奥で眠ったままだったり、入りきらずに無理やり押し込んで存在すら忘れてしまうこともあります。そしていざ着ようと思ったとしても、なんかしっくりこない。なんで持ってたんだっけとなってしまうことも。結局のところ、私も含めて多くの人はその時一番気に入っている服を着てしまうのだと思います。そう考えると、本当に必要な服は多くないことに気づきます。今の私は下着類を除けばオールシーズン10着前後で回せるようになりました。それで特に困ることはないどころか、管理は楽になり、毎日お気に入りの服を着て外へ出かけることができるので、とても満足しています。大掃除の季節、タンスの奥で眠っている服を一度見直してみると、思った以上に手放せる服が見つかるかもしれません。3つ目は大きな本棚です。看護学校に通っていた頃から膨大な教科書や資料を保管するために大きな本棚を置いていました。その時は何も問題なかったのですが、看護師になって一人暮らしをするようになっても、持っているのが当たり前になっていました。そして教科書や資料のみならず、隙間を埋めるように雑誌などを置いてパンパンにしていました。でも
実際に置いてある本を読むかというとそんなことはなく、数冊読むか読まないか、あれ、本棚って全然必要ないなと気づいても、教科書もあるし他の本も捨てるのももったいないなとなかなか踏ん切りがつきません。結局世間的に電子書籍が浸透してきた頃に本棚を手放しました。やっぱり本棚という大きな家具がないとだいぶ部屋がすっきりとしてきます。掃除はしやすくなるし、視覚的なストレスもなくなりメリットが多かったです。私自身、本はどちらかといえば紙で読みたいタイプで、紙の本自体を否定するつもりはありません。小さい本棚に何度も読み返したいお気に入りの本を置いておくのはいいなと思っています。4つ目はテレビです。一昔前は家にあって当たり前のテレビですが、実はなくても困らないと感じる人が年々増えています。まず、リアルタイム放送は好きなタイミングで好きな番組が見られないという不便さがあります。見たい場面に限って CM が入って水を差されたり、情報を得るまでに時間がかかったりと、忙しい日々の中ではストレスを感じやすい部分です。また、テレビを置くことで避けられないのが NHK の受信料。この費用をサブスクに回したいと考える方も多く、Netflix やアマプラ、ディズニープラスなど、より自分に合ったコンテンツに投資できるというメリットがあります。でも、家族でテレビを見る時間がなくなるのは寂しいという方には、チューナーレステレビという選択肢もあります。これは地上波や BS などの放送を受信するチューナーを内蔵していないテレビのことで、地上波は映りませんが、YouTube や TVer、Netflix のアプリはそのまま使えるのと、ゲームも楽しめます。私自身、テレビを手放すのは最初こそ勇気がいりましたが、今の方がずっと快適で、気づけば7年ほどテレビなしの生活を続けられています。5つ目は季節家電です。扇風機や加湿器、除湿機、ヒーター、こたつといった季節家電はあると便利ですが、オフシーズンには収納スペースを圧迫してしまいます。加湿器などはしっかりお手入れをしておかないと、使っていない間に雑菌やカビが繁殖してしまう可能性があります。そこで我が家では季節家電をあえて持たずにレンタルするという選択肢をとっています。ここ数年は加湿器を家電レンタルサービスのレンティオでレンタルしています。レンタルすることで保管コストと面倒な手入れを大幅に削減することができます。今年はダイソンの加湿空気清浄機をレンタルしました。去年、家族みんな風邪とコロナに苦しめられたので、今年は空気清浄も行えるものを選びました。その都度家庭の状況に合わせて選択できるのもメリットだと思います。購入すると6万を超えるものも、レンタルなら3ヶ月1万7400円で使えます。レンタルしたものはどれもしっかり手入れされていて状態が良く、使っていて嫌な思いをしたことがありません。さらにレンティオではたくさんの最新家電も取り扱っているので、すぐに型落ちしてしまう家電も
毎年レンタルすることで新製品を使うことができるのも嬉しいポイントです。今まではシーズンが来たら必ず使うからと思っていた季節家電ですが、レンタルするという選択肢があることで使わない時のモヤモヤが解消されました。6つ目は礼服パーティードレスです。普段は着ないけれど結婚式の参列や入学式のイベントの時に必要になる礼服、パーティードレスなどはクローゼットに置きっぱなしになっているという方も多いと思います。子供の入学式などは使うめどが立ちますが、結婚式の参列はいつ何度あるかもわかりません。いざ必要になった時には体型が変わって着られないということもあると思います。こういう時にもレンタルを活用して所有しないという選択肢が輝いてきます。以前私はそういった理由から喪服をレンタルしたことがあります。その時に気づいたのは、喪服のように緊急で必要になるものは持っておいた方が安心だけれど、頻度の読めない礼服やパーティードレスはレンタルの方が合理的ではないかということでした。レンティオでは家電だけでなくスーツや着物、パーティードレスもレンタルすることができます。結婚式の参列でも毎回ドレスをレンタルしているのですが、必要な時にだけ借りて終わったら返却すれば OK なので、保管の手間やクリーニングのコストもなくなります。そのため私たちは日常的によく着る洋服だけを手元に置き、着る頻度が極端に低い礼服やパーティードレスなどは持たずにレンタルを活用することにしています。7つ目は多機能すぎるものです。最近の家電や生活用品はとにかく機能が盛りだくさん。我が家の電子レンジもオーブン機能にスチーム機能、その他てんこ盛りの機能がついています。が、実際にほとんど使いこなせていません。掃除のしやすさで選んだものの、正直単機能でも良かったかもと思うこともしばしば。何でもそうだと思いますが、機能が増えれば増えるほど構造は複雑になり、価格も高くなります。もちろん人によってどこまで使いこなせるかは違うので、多機能だからダメということはありません。自分がどこまでの機能を必要としているかは実際に使ってみないとわからないことが多いものです。私はそういった多機能で良さそうだけど本当にそこまでの機能を使いこなせるのかなと思った時に活用しているのがレンタルです。以前買うと3万円ほどする高機能シャワーヘッドをレンティオでレンタルしたことがあります。使ってみるとそこまで大きな感動はなく、3000円ほどのシンプルなシャワーヘッドで満足できることに気づきました。もしあのまま高価な方を買っていたら高かったしなぁともやもやしながら手放せず、なんとなく使い続けてたと思います。今回私も夫もコーヒーをよく飲むようになったので、デロンギのコーヒーメーカーを借りてみました。普段ペットボトルや缶のコーヒーを飲んでいる私たちにとって、全自動コーヒーマシンはまさに多機能すぎる商品です。なんでデロンギのコーヒーメーカーにしたかというと、前に友達の家で飲んだこのカフェラテがびっくりするほど美味しかったからです。
レンタルして実際に使ってみるとやっぱり欲しいと思うこともあれば、これは買わなくてよかったと気づくこともあります。実際に使ってみることでデザインだけではわからない使用感や生活との馴染み方がしっかり見えてきます。今回のような多機能な家電に限らず、一度使ってみたいだけのものにもレンタルはとても有効だと感じています。私はレンタルを必要なものを見極めるための投資として利用しています。ネットのレビューではわからなかった部分まで確認でき、思っていたのと違ったという後悔をせずに済んでいるので、今後も上手にレンタルを活用していこうと思っています。8つ目はプリンターです。これはないと不安、急に必要になったら困るという理由で置いているけれど、実際の稼働は年に数回というパターンが多いように感じます。書類のオンライン化が進んだことで電子データで管理できるようになり、プリンターを使う機会自体がかなり少なくなってきました。日常的に書類を印刷したり、仕事で頻繁に使ったりする方を除けば、プリンターは必ずしも持っていないと困るものではないのかもしれません。私たちも以前は当たり前のように置いていましたが、数年前に手放しました。とはいえ、印刷が必要になる場面はたまにあります。その場合は、コンビニのプリントサービスを活用しています。自宅にプリンターを置かなくて済むことで、お部屋のスペースが空き、景観もすっきりします。さらに、インク代やメンテナンスといったランニングコストがかからないので、結果的にとても経済的だと感じています。9つ目は取扱説明書です。これは主に家電の取扱説明書についての話ですが、昔は当たり前のようにファイルにまとめて保管していました。でも気づけば分厚くなっていくし、必要な時に限って探し出せない。そんな小さなストレスが積み重なっていました。今はほとんどの家電メーカーが公式サイトで PDF 版の説明書を公開しています。検索すればすぐに見つかるので、紙で持っておく必要性が大幅に減りました。それ以来、説明書の多くは手放して、必要な時はネットで検索。保証書はオンラインショップで購入することが多くなって使う場面が減りましたが、念のため切り離して保存しています。収納スペースを圧迫していた分厚い説明書の束がなくなり、収納スペースも気持ちもすっきりしました。10個目はマット類です。以前はトイレマット、キッチンマット、玄関マット、お風呂場の足拭きマットなどたくさんのマットを使っていました。けれど振り返ってみると、私にとってマット類はなくても困らないアイテムの代表格でした。洗うのが面倒でサボってしまい、汚れを吸収したまましばらく放置してカビや匂いが発生したり、ロボット掃除機を使いたい時にもマットが邪魔になるためどけなければならず、掃除の手間も増えたりします。それなら最初からマットを置かずに床をそのままさっと拭ける環境にしてしまう方が結果的に清潔を保ちやすくなりました。今ではマット類は子供用のプレイマットだけになりました。掃除の手間が減って快適にはなれど、特に困ったことはありません。
11個目は掃除用の専用洗剤です。キッチン用、お風呂用、トイレ用、レンジ用とあらゆる専用洗剤が売られています。昔の私は場所ごとに専用の洗剤が必要なんだと思い込んで、気づけばボトルも増え、収納もごちゃごちゃ。いつの間にこんなに洗剤があるんだ状態でした。ミニマリズムを取り入れるようになってからある時、ちょっとした汚れなら全部中性洗剤で落ちるのではということに気がつきました。それに気づいてからは専用アイテムを増やすより、日頃の掃除で頑固な汚れを作らないことが大事だと考えるようになりました。そのためにも定期的な掃除が億劫にならないように物を減らすようにしています。これ一つで家中行けるという気軽さが掃除のハードルを下げてくれるので、こまめな掃除もできるようになりました。12個目はトイレブラシです。正直なところ、トイレブラシってそこに置いておくだけでなんとなく気持ちが落ち着かないアイテムでした。見た目も生活感が出やすく、しかも水気を含んだまま放置されがちで、衛生面でもちょっと扱いにくい存在です。そこでそもそも汚れがつきにくい状態を作ることにシフトしました。普段からこまめに掃除をしておくだけで、実はブラシの出番がほとんどなくなります。最近はトイレ用スタンプを使うようになって、汚れがつきにくくなったのも大きなポイント。さらにスタンプを交換するタイミングでドメストなどの塩素系洗剤をさっとかけておくだけでもかなり清潔を保てます。それでも汚れができてしまった場合は、使い切った歯ブラシやスポンジを最後の一仕事に。使い捨て感覚で気持ちよく磨けるので、常にトイレ専用ブラシを保管しておく必要がありません。置かないことで気持ちがものすごく軽くなったアイテムの代表が、私にとってはこのトイレブラシでした。13個目は柔軟剤です。いい香りがついてタオルもふわっと仕上がる、そんな魅力がある柔軟剤ですが、実はデメリットもあります。例えばタオルの吸水性が落ちてしまったり、洗濯槽に雑菌やカビが繁殖しやすくなるなど、意外と見過ごしがちな影響も大きいのです。私も昔はいい匂いイコール清潔という感覚で当たり前のように使っていました。しかし看護師として働く中で、香りが苦手な患者さんがいることに気づき、いい香りが必ずしも良いことではないのかもと思うようになりました。そこから柔軟剤を使わないスタイルに切り替えています。実際のところタオルがごわつくことも思ったほどなくて、むしろストックや補充の手間が減ることで毎日の洗濯が少し楽になりました。日常的に使っていてもやめてみると、意外と大丈夫かもと気づくことができたアイテムです。14個目は芳香剤です。芳香剤はいい香りで空間を整えられるだけでなく、デザイン性が高いものも多く、インテリアとして楽しめるアイテムです。気になる生活習をふわっとごまかしてくれる、そんな便利さもあります。ただ忘れてはいけないのが、
香りの慣れ。嗅覚は最も慣れやすい感覚なので、置いた直後はいい香りと感激しても、その空間に居続けることで次第にあれ、あまりわからないという現象がどうしても起きてしまいます。つまり置きっぱなしの芳香剤は気分転換としての効果を長く感じにくいのです。そしていつしか特に匂いを感じないけれど、なんとなくずっと置いてあるものに変わってしまいます。その代わりに私がよく使うのが、入浴剤のように瞬間的に香りを楽しむアイテム。一時的だからこそ刺激になって、リラックスや気分の切り替えにしっかり働いてくれます。香りは置きっぱなしよりその時だけの方が心地よい。そう感じるようになってから、お部屋に芳香剤を置くのはやめて、生活習はこまめな掃除で対処するようになりました。15個目は三角コーナーです。キッチンに置いておくのが当たり前のように思われがちな三角コーナーですが、実際のところ場所を取るし、結局は排水口のゴミ受けに溜めるのと同じではないかと感じて手放しました。我が家では料理中に出る野菜くずはその都度小さな袋やゴミ箱へポイ。そして食後に出る食べかすなどは排水口のゴミ受けに一時的に溜めて、夕食後にまとめて捨てるという流れに落ち着きました。その後、使い捨てスポンジでシンク、排水受け、排水口をささっと掃除してリセットしています。おかげで綺麗で掃除のしやすいシンプルなシンクを保っています。三角コーナーを置かないだけでシンク周りが広く使えて、ぬめりやカビの発生源が減るので、掃除の手間も減って快適になりました。16個目は水切りかごです。水切りかごは洗った食器をポンと置けて、そのまま自然乾燥させられるという大きなメリットがあります。ただその一方で、置くだけでキッチンのスペースを奪い、水垢やカビが育ちやすい温床スポットにもなりがちです。気づくと圧迫感と掃除の手間にじわじわとストレスを感じるように。今までは洗い物をすべて手洗いしていたことから水切りかごを使うのが当たり前でした。しかし食洗機を使うようになってからは手洗いする量が減って、なくても大丈夫かもと思えるように。思い切って手放してみると、食器はすぐに拭くという手間こそ増えたものの、私はこの作業が結構気に入っています。面倒な作業も拭くたびにピカピカになっていく感じが気持ちよくて、拭き終わった器を並べるのもなんだか楽しい瞬間です。シンク周りに何も置かないとびしょびしょになった場所もさっと拭くことができ、障害物がないってこんなに快適なのかと実感。ちなみに引っ越した新居にも水切りラックが備え付けられていました。久しぶりに使ってはみたものの、やっぱり狭いと感じ即撤去しました。17個目はヘアアイロンです。私はもともと癖っ気でヘアアレンジもあまり得意ではありません。ヘアアイロンも思うように使いこなせず、朝の準備に時間がかかってしまうことが悩みでした。せっかく頑張って整えても、子供と遊んでいるうちに髪がぐちゃっと乱れてしまうことも多く、簡単にまとめてしまうことがほとんどです。そんな時、美容師さんに相談してみたところ、酸性ストレートパーマを勧められました。試してみると、仕上がりはまっすぐすぎず柔らかくふわっと自然。まるでヘアアイロンで整えたようなナチュラルさを手に入れることができ、とても気に入っています。
もちろん人によってはヘアアイロンが欠かせないという方もいると思います。しかし私の場合、この酸性ストレートパーマに出会ってからは、毎朝アイロンを使わなくても髪が整うようになり、準備の負担が大きく減りました。ヘアアイロンを手放せるくらい髪に対するストレスも軽くなり、ヘアアレンジを楽しむ余裕も出てくるようになりました。18個目はメイクブラシです。メイクブラシを使うと肌にふんわりと均一に仕上げることができます。しかし定期的な洗浄や乾燥の手間がかかるという側面もあります。私の場合、このお手入れを続けるという部分がどうしても負担に感じてしまい、清潔な状態を保ち続ける自信がありませんでした。そこで今は専用のブラシは持たず、手でなじませたり、付属のスポンジやチップを使う方法に切り替えています。衛生面の不安はゼロではありませんが、スポンジやチップは定期的に買い替えればいいという気軽さがあり、私にはこちらの方が続けやすいと感じました。道具を増やせばメイクは便利になりますが、それを自分が無理なく続けられるかどうかという視点も天秤にかけて選ぶと、日々のストレスがなくなっていきます。19個目は財布です。私の世代には持っているのが当たり前のもの筆頭と言えるのが財布です。しかし、ここ数年で現金しか使えない場面はだいぶ減ってきました。日常の支払いはほとんど iPhone の Apple Pay で済むので、クレジットカードも必要最低限だけをカードケースにまとめています。そうなると、昔のように重たい財布を持ち歩く必要はほとんどなくなり、より身軽に過ごせるようになりました。とはいえ、どうしても現金が必要な場面がゼロではないので、私たちはお皿を数枚、そして小さなコインケースをバッグに入れておく程度にしています。20個目はスーツケースです。海外旅行にしょっちゅう行く方ならともかく、私のように年に数回の国内旅行が中心の場合、スーツケースを常に家に置いておく必要性はあまり感じませんでした。国内旅行なら容量の大きいリュック一つで十分。むしろ移動が身軽になる分ストレスも減り、子供連れでも動きやすくなります。かつては旅行イコールスーツケースという固定概念があったのですが、実際にリュックで旅してみると、あれ、これで全然困らないと感じ、そのままスーツケースを手放しました。もしリュックだけで足りるのと気になる方は、パッキングの様子は別の動画で詳しくご紹介していますので、そちらを参考にしていただければ嬉しいです。はい、以上が実はなくても大丈夫なもの20選でした。今回ご紹介したものはあくまで我が家の暮らしの中での話です。ただ、持っていて当たり前、前からあるから、そんな理由だけで残しているものが実は意外と多いのかもしれません。改めて見直してみると、全然使ってないな、なくても困らないかも、そんなものが一つや二つ見つかることもあります。年末のお掃除は物と向き合ういいタイミング。自分や家族にとって本当に必要なものを考える一つのきっかけとして参考にしてみてください。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。